小さな花の集合体であるアジサイらしい質感が見事に表現されています。皆様こんにちは。地理学出身、そして街の息遣いをジオラマで表現するアトリエモリジです。今回は先日開催されました東京ジオラマ展で取材させていただいたイラストレーターとしても活躍されていらっしゃる中谷愛子さんの作品になります。中谷さんは凄腕モデラー集団として知られる劇団サンポールさんに所属されていて、美的センスあふれる作風が特徴でメルヘンチックな作品をご存知の方も多いかもしれません。今回は実際にある風景をテーマに制作された作品をご紹介します。中谷さんならではの感性で表現された世界を最後までお楽しみいただけましたら嬉しいです。中谷さんの SNS アカウントを概要欄に貼ってありますので、そちらもご参照ください。川崎区の日常をジオラマで再現しました。詳しくは概要欄をご参照ください。今回ご紹介するのは2018年6月に制作されたアジサイの咲く新大胆です。ちょうどこれからの季節にぴったりの作品ですよね。作品の舞台となっているのは東京都世田谷区にある京王井の頭線の新大田駅付近です。環状7号線に面する新大田駅、その向かい側の風景を模型として切り取られています。折り割りを走る線路とその上をまたぐ環七っていう特徴的な風景を幅278ミリ、奥行き200ミリという非常にコンパクトなサイズの中に凝縮して再現されているんです。中谷さんにお話を伺ったところ、季節感のある作品を作りたかったとのこと、そしてありきたりではない場所を題材にしたかった、そういう思いからかつてご自身が暮らしていらっしゃった新大田の風景を制作することにされたそうなんです。この作品でまず目を引くのが線路脇にキラキラと咲き誇るアジサイです。新大田駅から東松原駅にかけての線路沿いには実際にも多くのアジサイが植えられているようです。中谷さんのご説明によると約2万4000株ものアジサイが植えられていて、井の頭線を走る電車のシートのポケットの柄にも採用されているそうなんです。作品ではその鮮やかな風景を一つ一つ丁寧に表現されているんです。なんとアジサイの花、細かな砂粒を接着してそれを着色することで再現されたそうなんです。小さな花の集合体であるアジサイらしい質感が見事に表現されています。限られたスペースの中でありながら掘り割りの線路とホーム、そして掘り割りの中段にあるアジサイ、市街地の地表面と環七の跨線橋と高低差のある立体的な風景が生み出されてるんです。僕は車で通過したことしかないんですけど、分かる人には分かる、そう感じる説得力を感じました。そしてもう一つの見どころが線路脇に立つ建物たちなんです。スイミングスクールのビルはもちろん隣接する建物も含めて全てフルスクラッチで制作されたそうなんです。特殊な屋根掛けとかこういう特殊な壁構造って実際に作ってみるとね、めっちゃ難しいですよね。しかもこの地の微妙な高低差による2つの建物の地盤の高さの違い、これもねしっかり再現されていらっしゃるんですよ。コンパクトな作品ながら街のランドマークとなる建物とか微妙な地形の高低差まで再現することで、この場所だって感じられる説得力が生まれているんです。擁壁の細かな表現にも注目です。壁面には実際の風景に見られる様々な痕跡とか生活の気配が書き込まれていて、作品に人々の息遣いがプラスされていました。凄腕モデラーの愛木さんとの合作を動画化しました。詳しくは概要欄をご参照ください。最後に模型的に面白いなーって感じたのがこのジオラマの端っこの収まりなんです。この先にも駅や街並みが続いていることを自然に想像させてくれました。歩道だけが再現された環七もこんな感じで幅の広い横断歩道の一部を作品に描写することで、この作品の道路、道幅が広いことが想起できるようになってるんです。そしてこの環七の橋、ジオラマの端で宙ぶらりんになってるんで、こんな感じで支柱が設置されてるんですけど、僕もね昔福島交通飯坂線のジオラマ作った時にジオラマの端っこに高速道路の橋を再現して、その時この処理に頭をめっちゃ悩ませた経験があったんで、とても勉強になりました。今回は
中谷愛子さんが制作されたアジサイの咲く新大田をご紹介してまいりました。いかがでしたでしょうか。アジサイの花が咲き誇るカラフルな作品、小さなスペースに込められたさまざまな創意工夫、そしてフルスクラッチされた特徴的な建物。僕自身ですね、この動画を編集していて、よし新作作っちゃおうって、そんな気持ちになるたくさんの刺激をいただきました。取材にご協力いただきました中谷さん、誠にありがとうございました。そして今回も最後までご覧くださいました皆様、誠にありがとうございました。また次回皆様とお会いできることを楽しみにしております。ありがとうございました。さようなら。ジオラマ制作担当のアトリエモレジが皆様のオーダーメイドの作品を心を込めて丁寧に制作します。お問い合わせは概要欄のリンク先にあるオーダーメイドお問い合わせフォームからご質問ください。